ご視聴ありがとうございます。今回は大都市にあるローカル線のご紹介です。路線が没落した事情と昔の面影、都会の秘境駅と起点だった駅の今に注目です。間もなく姿を消すものとは一体何なのでしょうか。私が今乗っているのは南海本線の下り列車です。南海本線は大阪の南の中心である難波から和歌山市までを結ぶ全長 64.2 キロの路線。同じ難波を起点に内陸寄りを走行する高野線と並ぶ南海の基幹路線の一つです。起点寄りでは両線が系統別に並んでいます。難波から6分で岸の里玉出駅に到着です。南海本線のホームが前方に見えますが、高野線は急カーブで左に離れ、その奥にホームがあります。ホームが離れているのも不思議ですが、こちらのホームも2つに分かれた変わった構造です。そして一番右にあるのが、この駅で分岐する支線、塩見橋線のホーム。2両編成しか止まらないホームは南海本線のホームより短く、屋根の高さも低くてこじんまりした感じです。改札への動線はホームの両方にあるので、こちら側にも乗客がやってきます。ホームの上り方まで進み、構内図を確認します。3つのホームが横並びですが、実際には先ほどのように高野線ホームだけが離れており、ホームの下の階層の連絡通路で結ばれています。高野線はこの駅の先で地上に降りるため、緩い下り坂で、南海本線や塩見橋線のホームとも雰囲気が違います。連絡通路の様子がこちら。昼間でも暗い雰囲気です。これらの構造もまた、塩見橋線の歴史に深く関わってくるものです。塩見橋線の列車が到着です。一見してわかる、年季の入ったデザイン。先頭車両の床下には抵抗機が並びます。台車もこの通り、かなりの年代物です。塩見橋線はこの車両、2200系のグループに統一され、すべてワンマン運転です。私が乗ってきたような新型車両や特急車両は運行されません。ホームに到着です。南海本線の上り通過線が5番線なのか、番号が1つ飛んで6番線です。古い電車特有の重低音が轟く構内。人は少なく、列車は30分間隔の少なさで、難波から6分とは思えないローカル感です。本線高野線とは大きく異なる車両と運行形態、そして岸の里玉出駅の変わった構造の裏にある塩見橋線の歴史と今を、ここでおさらいです。最初に開業したのが、今の南海本線にあたる路線。1885年、明治18年のことです。ただしこの場所には、もともと駅はありませんでした。高野線にあたる路線ができたのは、1900年、明治33年。当時の起点は難波ではなく、今の塩見橋線の起点の道頓堀駅であり、この駅は翌年に塩見橋駅に改称されています。そしてこの時、交差地点の東に小妻駅が開業、3年後に阿部野駅に改称されます。1907年には、南海本線の玉出駅が開業。この駅は、私が冒頭で列車を降りたホームの端のさらに奥にあったものです。1913年には南海本線岸の里駅が開業。25年、阿部野駅が岸の里駅に改称されるとともに、交差地点の東側に両線をつなぐ連絡線が作られ、翌年には西側にも連絡線が作られました。それまで両線が分離していたのは、もともと建設したのが別会社だったからです。この頃には一部残っていた単線区間も複線化され、連絡線自体も複線、南海本線に至っては複線だったので、駅周辺は複雑な構造になりました。一方、1929年には高野線のすべての列車が難波発着になり、塩見橋岸の里間は支線扱いになります。ただし難波直通列車が走る連絡線にはホームがなく、岸の里駅を通過していたため、乗り換えの利便性確保のため、塩見橋駅発着列車は基本的に下り方の住吉東駅発着でした。転機が訪れるのは、戦後、1970年のことです。岸の里駅の高野線側に、難波駅発着列車のためのホームが新設され、元のホームは塩見橋発着列車が使うようになります。また、複線のうち2本を高野線用にし、南海本線と高野線が系統別に並ぶ、今の形態の原型が出来上がりました。そしてこの頃から高架化が本格的に進み、85年6月には高野線が分断され、東側の連絡線が名実ともに本線になるとともに、西側の連絡線が単線化。
塩見橋線のホームも西側に移されました。93年に南海本線が高架化され、岸の里駅と玉出駅が統合されて岸の里玉出駅になり、95年までに高架化が完了。翌年には高野線のホームが改修され、岸の里玉出駅は今の姿になりました。下り方には、かつて使われていたホームの遺構がまだ残っています。かつて高野線の本線だった塩見橋線、今でも扱いは高野線の一部ですが、駅ナンバリングは岸の里玉出から分岐する支線扱いです。そしてこの車両は、1969年に製造された22000系をベースとした車両。山岳区間を抱える高野線の混雑緩和が目的で、車体が短いのは、曲線や勾配のきつい山岳区間で運行されるからです。90年代から新型車両に置き換えられ、支線向けに改造された編成や、地方施設に譲渡されたものもあります。そしてこの車両もまた、塩見橋線に大きく関わってくるものです。間にある4つの途中駅と終点の塩見橋駅は今、どうなっているのでしょうか。高野線のカーブは65キロ制限なのに対し、こちらは35キロ制限。分断された両線では速度制限がありますが、南海本線では特急が爆速通過していきます。カーブの先、左には高架橋の遺構が残っており、線路はほどなく複線になります。元は高野線のメインルートだったこの路線、支線扱いになって90年以上経ちますが、単線なのはここまでで、ここから先は複線です。線形も案外良く、直線と緩やかな下り坂が続きます。ただし架線中は古く、架線も上下1本ずつのタイプ。序盤で乗った区間では、コンパウンドカテナリーと呼ばれる、全部で3本のタイプだっただけに、格差が現れています。最初の駅に到着です。東に700メートルの場所にある天下茶屋には大半の列車が止まるため、乗降客数は1日平均300人を切っています。岸の里玉出のホームはしっかりした作りでしたが、一息でガラリと変わりました。そしてここで、ショッキングなお知らせが。そう、車内が空っぽになりました。もともと少ない乗客が私だけになりましたが、私は目的が目的なので、実質的に乗客ゼロとも言えそうです。見るからに古そうな駅舎を見送り、小刻みにうねる線路を走り、次の津森駅に到着。乗降客数は800人に届かないですが、周辺に他の路線がないため、塩見橋線の5駅で最多。このことから、塩見橋線の置かれた状況がわかります。そしてここで乗ってくる人はおらず、相変わらずのガラガラです。この駅を出ると、線路は右カーブで大きく回り込みます。この先、阪神高速をくぐって到着したのが3駅目の木津川駅。途中駅で唯一の島式ホームの駅です。そしてホームには列車を待つ人の姿が。ただしこの駅、1日の乗降客数は100人台で、塩見橋線5駅で最も少なく、大阪市内でも最小です。周辺は工場が多いこと、大阪環状線の芦原橋駅が700メートルほどの場所にあるのが理由です。一旦この駅で列車を降りてみます。諸事情により反対方向の列車が映っていますが、それは一旦置いといて、あの列車も乗客がほとんど乗っておらず、塩見橋線の経営状況が不安になります。そして列車の陰から一匹の黒猫が。この猫、駅到着時の全面展望にも映っていたのにお気づきでしょうか。左の土地が工場用地に転用されているものの、奥には貨物ヤードの跡が残っています。駅の西を流れる木津川の水運を利用した貨物取り扱いが行われていたこの駅は、当時活況を呈していました。終点の塩見橋駅も川の近くにありましたが、北を流れる道頓堀川との間には大通りがあり、これに阻まれて円滑な輸送ができませんでした。コンクリートがボロボロですね。水運がその後衰退し、高野線が今のルートになったこともあり、木津川駅はすっかり錆びれてしまいました。ボロボロのコンクリと薄汚れたベンチ、ベコベコの床で、これまでの駅とは違って線路脇に民家がなく、木々で視界が遮られるのも、鬱屈とした雰囲気に拍車をかけます。ホームの端にはスロープがあり、駅舎は構内踏切の向こうです。昔は正面の上に看板があったようですが、すでに外されています。その左には、貨物ホームの残骸とおぼしき設備が。奥はかさ上げされていますが、すぐに工場の土地になり、痕跡はこれだけ。私がいた側はかさ上げした土台が丸ごと残っているので、重ねた時間の長さが伺えます。
貨物線の跡は反対側にも伸びていますが、本線とは繋がっていません。駅舎に突撃です。外壁は塗られているものの、元は細かなタイル仕上げで、ところどころにそれが見えています。トイレは相当古く、手洗いがこちら、個室は和式です。駅舎の外観がこちら。無人駅なので駅員はいませんが、自動改札機や自動券売機、乗車駅証明書発行機もあり、設備は一定の水準が保たれています。IC カードへのチャージができないと思いきや、チャージ専用の機械があります。少し歩いてみます。駅舎の周りにはゴミが捨てられ、右奥にある不法投棄禁止の看板が悲しいです。そしてこの時まで気づきませんでしたが、左ではさっきの黒猫がゴミを漁っています。ちょっと近づいてみましょう。不法投棄される残飯などを食べているのか、痩せ細ってはいません。この向こうには民家が並びますが、駅にはこの細い道を通るしかなく、場所がわかりにくいことから、都会の秘境駅とも呼ばれます。踏切の向こうがこんな感じ。綺麗な民家もあるものの、右手には不法投棄されたゴミの山があり、治安があまり良くない、な感じです。なお、先ほどの踏切の手前には、ブロックでできた謎の建物が、鉄道施設のようですが、正体をご存知の方はコメント欄にどうぞ。岸の里玉出行きが到着です。この列車にも乗客はほとんどおらず、車内はガラガラ。満員になることはあるのでしょうか。そろそろ塩見橋駅へ向かうため踏切を渡ろうとしたら、植え込みの残骸の横から、さっきの黒猫がカットイン。近づきたいのか離れたいのか、よくわからない猫です。そして黒猫が隠れた駅舎の裏あたりにも、物が捨てられています。それにしてもこの駅、私がやってきた時にホームにいた親子以外、人に出くわすことが全くなく、異世界に飛ばされたような気分です。先へと進みましょう。鉄橋で少しだけ高さを上げた後、左にカーブ。敷設された時期が時期だけに、この種のカーブや勾配がちょこちょこ入ります。カーブの先にあるのが、芦原町駅。奥には JR の列車が見えます。芦原橋駅が300メートルもないため、乗降客数は200人前後。大阪環状線をくぐり、小刻みに触れる線路の向こうに、塩見橋駅があります。河川中も簡素なものがちらほらあり、信号機は赤と黄色の2色だけです。線路の周りの土地からもわかる通り、かつてはもっと構内が広く、西側には貨物ヤードがありました。建物の配置などから、昔の規模の大きさがわかりますね。今では一面2線で、列車は向かって右の1番線に入線です。ホームは部分的に改修されたところ以外、大きめのタイルが敷き詰められています。ホームにあります。奥には大阪有数の大通りである千日前通りがあり、難波駅からは 1.5 キロほどしかありません。車が絶えず行き交いますが、この駅は閑散としています。発車間際のカットでも駆け込む人もいません。駅舎の様子がこちら。内外の表面は塗装されており、それほど古さはなく、設備は新しいものが入れられ、トイレも数年前に改修されています。また、この駅には駅員が配置されているなど、起点駅ということで、他とは一味違います。正面にある観光案内図は、21年5月に掲出されたものです。それまでは昭和30年代の地図がありましたが、ボロボロになったので交換されました。ただし経路は古いままで、この駅が起点となっています。駅の周りには阪神難波線、その横には大阪メトロ千日前線の桜川駅がありますが、乗り換え需要は少なく、閑散としています。メインルートから外れ、都会のローカル線となった塩見橋線ですが、ここにある計画がちらついたことがあります。それが、大阪を南北に貫く、なにわ筋線です。JR と南海を大阪の北につなぐことを意図した路線で、このうち南海側については、塩見橋駅からの接続構想がありました。木津川塩見橋間を地下にして新線につなぐもので、実現すれば塩見橋線の大出世が確定ですが、最終的に本線高野線の新今宮で分岐することになり、塩見橋線全体の存続が危ぶまれる場面がありました。2019年には、南海が塩見橋線廃止の予定はないというコメントを出していますが、今の状況を見る限り路線の赤字は相当なもので、長期的な課題になることが想像できます。また、これまではカットしていたので分かりにくいですが、
全線の所要時間はたった9分。30分間隔のため1編成あれば運行でき、理屈上は単線でも OK です。特に木津川駅の場合、線路を片方に寄せれば構内踏切を廃止でき、安全性が高まります。他社では駅の単線化を進めてコスト削減を図る動きもあり、浪速筋線への直通が消えた今、大変化が訪れる可能性もあります。また、潮見橋線の主となっている2200系列も、22000系として製造された時から50年以上が経ち、今後引退が予定されています。昨年10月のプレスリリースで明らかになった内容で、かつて高野線から2200系列を追い出した2000系がワンマン改造された上でやってくる計画です。一部が工場用地になった木津川駅のように、施設の変化が少しずつ進む潮見橋線。車両がごっそり入れ替わる前に、一度足を運んでみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。